はい、食器専門店山根正弘店長です。今回依頼いただいた包丁はこちら、柳包丁。コニコの柳包丁です。ここに大きなねクラックというか欠けがあるんです。それがちょっとこっちの方までちょっと微妙に伸びてんで、これの先をカットして切り付け方にしてほしいというご依頼。それでは作業入ります。それでは状態を見ていきましょう。青工の柳刃包丁、まずは依頼の原因となった刃の欠けです。縦にクラックが入って欠けてます。見えにくいですが、欠けてないところにもクラックが入っているのでカットしてくれとのご依頼。クラックが入って長い間使わないで放置してたみたいなんで、全体的にくすんで錆が出ています。それでは作業に入ります。まずはどこで切るか決めていきます。せっかくの青工の柳包丁なので、できる限り長い状態を残したいので、クラックの根元から斜めにカットして、今回は今人気の切り付け型にしていきたいと思います。切るところに油性マジックで線を描いて切る準備おしまい。それではカットしていきましょう。使うのはディスクグラインダーに切断用のディスク秀吉をつけて切っていきます。このディスクグラインダーの刃って面白い名前の刃がありますよね。今回は3個版の武将シリーズ秀吉を使ってますが、他には光秀、信長、家康なんかがあるんですよね。メーカーが違いますが、剣王なんて攻めた名前のもんまであるんですよ。こういった工具のネーミング面白いのたまにあるんで好きなんです。ホームセンターなんか行くとついつい見ちゃいます。こんな感じで線を描いたところで切断しました。先ほど切った切断面を研磨していきます。切り口はザラザラで引っかかって怪我するので綺麗にするのと、切り付け包丁の切っ先のとんがって斜めになったところもこの研磨作業で作っていきます。切り付け型の刃のついていない斜めったところがかっこいいんですよね。ちゃんと斜めに削っていってかっこよく仕上げます。切断面こんな感じで仕上がりました。続いて磨き作業。今回はディスクグラインダーにハブをつけて固形研磨剤青棒をつけて磨きます。先ほどのグラインダーの削りだけだとザラついて粗いので、せっかくなんでピカピカに磨いていきます。切り付け包丁に改造するんで、ピカピカの包丁の方がかっこいいですよね。ピカピカに磨いていきます。磨き上げました。こんな感じでピカピカに仕上がりましたよ。ここから形作り。切り付けの刃のついてない刃先の部分をダイヤモンド砥石でまっすぐに削っていきます。ダイヤモンド砥石ってまっすぐなんで、こういった作業には向いてるんですよね。続いて刃の形状を作ります。刃を立てて研いで刃先の R を成形していきます。この作業できっちり形を作らないとかっこいい包丁にはなりませんからね。しっかり刃先の R をつけていきます。一緒に刃についている細かい欠けもこの作業で取っていきます。形ができたので次は裏研ぎ。包丁を切ったりすると当たらないところが出てくるので、全体的にきっちり砥石が当たるように研いでいくので成形作業終了。ここから研ぎの作業。まずはキングの旋盤の中砥石を使って平たい刃、切り刃を研いで、先ほど形を作った時につけた小刃を薄くしていきます。ここはひたすら切り刃を研ぐだけ。目的は小刃を取るのと切り刃を平らにならしていくことです。全体的に返りが出たので、今度は裏研ぎ、裏押しをしていきます。ここは軽くだけ研いでください。ここも新たに小刃を研いでいきます。今回は角度を寝かした感じで軽めに小刃をつけます。軽く小刃もつけました。まだまだ研いでいきます。続いてシャプトン、刃の黒幕2000番で研いでいきます。ここも先ほどと同じように切り刃を研いで鳴らしていきます。切り刃全体に砥石が当たるようになったら、次に小刃を研いでいきます。切り刃を研いで小刃を薄くして、また小刃を研ぐような感じです。小刃を研いだらその帰りを取るために裏押しをして裏を研いでいきます。切り刃も研げてちゃんと小刃もうっすらついているのでいい感じです。5000番の仕上げ砥石で研ぎです。仕上げ砥石でも同じように切り刃をまずは研いでいき、小刃を研いで帰りを出したら裏押しをして帰りを取るといった流れです。5000番の仕上げ砥石なんで光沢が出てきました。最後の研ぎです。最後はシャプトン、刃の黒幕8000番で研ぎ上げると仕上がりが全く違うんですよね。同じように切り刃を研いで小刃を研ぎ上げて、少し帰りが出たら裏研ぎをして帰りを取ります。最終仕上げの前にまずは面直しをして砥石をまっすぐにします。
最後は力を入れないでコバと裏押しをしたら研ぎ作業終了。ほんと力入れずに軽くなぜるぐらいでやってください。仕上げ作業です。よりピカピカになるように包丁専用コンパウンド表面職人で磨き上げます。ここで細かい研ぎ傷などを消してより表面に仕上げていきます。表面職人で磨き上げました細かい研ぎ傷も消えてよりピカピカの表面包丁に。最後はカトで細かい返りとバリを取っておしまいです。これで結構切れ味が違うんですよね。今回は柳包丁を切り付け包丁に魔改造しました。加工前の状態ですが刃にクラックが入って欠けており、このクラックが深く入っているのでここでカットしてくれとのご依頼。クラックが入って使ってなかったみたいで全体がくすんで錆も出てます。そんな包丁が正弘店長の手にかかるとなんてことでしょう。クラックの入ったとこからカットし切り付け型の包丁になっているではないですか。全体がくすんでいましたが磨き上げることによりこんなピカピカな鏡面包丁に、刃も研ぎ上げたことによりスパスパな切れ味になってます。柄の汚れをきれいに削り新たに塗ることにより落ち着いた色になりました。柄の色に合わせた鞘も製作。鞘があれば刃を保護しながら保管できるのでいいですよ。ピン付きなんで鞘から抜けにくいので持ち運びも安全に持ち運べます。何より鞘付きがかっこいい。今回は柳包丁の先を切って切り付け型にしました。結構深めのクラックが入ってたのでかなり短くなりましたがかっこいい形状になったと思います。柄の方も油をなじんで汚れていたので今回はちょっと色を塗らせていただきました。それに伴い別注の包丁になるので合わない鞘があるので鞘の方も製作してこんな感じでぴったりサイズ製作いたしました。色の方も柄の色と合わせてみました。いいですね、やっぱり鞘付きだと。でピンがついてるので持ち運ぶ時に鞘が取れなくて便利です。初期専門店山根では包丁の修理や研ぎやってます。広島で包丁のことなら初期専門店山根まで。正弘店長でした。